オランダの皆さん、日本と熱い試合をしてくださり、ありがとうございました。日本語を完璧にしたい？だったらジロートークスをダウンロード。6月の12日にサッカーのワールドカップが開幕したよね。で、今日6月15日に日本の第1戦目があったんだよね。日本時間だと6月の15日なんだけど、多分現地時間だと6月14日なのかな。うん。でさ、みんなワールドカップ見てる？自分の国が出場しないんだよねっていう、そういう人もいるかもしれないんだけど、多分だけどさ、サッカー好きだったら必ず情報をチェックする大会だよね。ワールドカップって。で、サッカー好きって今言ったんだけど、サッカー好きじゃない人もワールドカップは見るよっていう人多いんじゃないかな。多分そうだと思う。で、この私、ジローも普段はサッカー見ないんだけど、ワールドカップの情報だけはね、ちゃんとチェックしてます。いわゆる僕はにわかファンだね。にわかファンというか、そうだね。何のにわかファンかっていうと、サッカー日本代表の、にわかファンだね。うん。だから特にこのチームが好きとかそういうのが決まってるわけじゃなくて、日本代表の試合だけは、確認するよね、僕は。なんでそうなったかっていうとね、昔から日本代表の試合って、地上波のテレビで放送されたりしてたから、そういうのを見てたんだよね。で、もちろんね、サッカーの日本代表の試合が行われるってなったら、もちろんね、学校とかでも話題になるしね、昨日の日本代表の試合見たとかそういう話題になるから、だからね、サッカーに興味なくても、日本代表の試合だけは、チェックするよっていう人、日本には多いんじゃないかなって思うね。うん。で、そんなにわかファンの僕なんですけれども、今回の日本代表は、ちょっとね、心配なところもあるっていう風に、聞いてましたよ。僕の周りにはね、サッカー好き多いですから、そういう人から、現状の日本代表について、その情報をね、聞くこと多いんだけど、まずね、まず、今回の日本代表は、歴代最強という人がとても多いんだよね。海外でプレーしている人結構多いんだけど、三笘選手だとか、南野選手とかね、遠藤選手とか、結構有名に、サッカーに興味がないような人でも知っているような、有名な主力の選手がね、怪我でいないっていう、そういう状況だから、完全な布陣では、今回のワールドカップ、実は日本代表挑めてないんだよね。うん。だからね、ちょっと心配なところがありつつも、基本的には、歴代最強と言われている、サッカー日本代表なんで、かなり期待できるんじゃないかなと思っております。はい。で、ワールドカップの仕組みがどうなってるかっていうと、まずは予選リーグで、グループが、いくつかに分かれてるんだよね。で、日本は、グループ F に入っています。で、グループ F に、他にどんな国がいるかっていうと、オランダ、スウェーデン、チュニジアの3カ国だね。だから日本も含めて4カ国なんだけど、だからね、オランダ、スウェーデン、チュニジアの皆さん、よろしくお願いします。はい。で、その中のどの国と今日日本代表が戦ったのかというと、オランダですよ。うん。強豪のオランダだよね。オランダは僕の中でも本当に強豪のイメージがあるな。うん。このオランダとの初戦ね、本当に日本にとっては大事な一戦だったんだよね。うん。で、単純にね、FIFA ランキングだけ見ると、日本は18位。ちょっとね、今、
喉で変な音が鳴ったんだけど、日本は FIFA ランキング18位です。はい。で、スウェーデンが38位。で、チュニジアが44位ということで、まあ、結構、どの国も割と上位にいるチームで強いなっていう印象なんだけど、なんと、オランダは FIFA ランキング7位ということでだから、オランダが、このグループ F の中では、日本よりも FIFA ランキングが唯一上の国なんだよね。うん。だから、単純に FIFA ランキングだけで比較すると、まあ、グループの中で一番強い国と日本は初戦で対戦したということになるよね。うん。だからね、まあ、初戦の対戦相手が強豪のオランダということで、まあ、日本としてはね、まあ、勝てなくてもいいから、まあ、引き分けに持ち込みたいなっていう感じだったよね。負けたくはないなとは、うん、思っていました。うん、まあ、もしかしたら勝てるかなっていう感じでね。まあ、負けなかったら大成功だっていう感じだよね。今回のワールドカップはね、確か32チームが決勝トーナメントに行けるんだよね。まあ普通の、いつも開催されていたワールドカップと比べて、決勝トーナメントに、えー出場する国が多いんだよね。だからまあどのワールドカップでも同じことだけどさ、とにかく勝ち点が欲しい。うん、で、自分というか、自分の国よりも、まあ、格上の国と対戦するってなったら、まあ、引き分けて勝ち点1が欲しいと思っている国多いと思うんだよ。で、オランダと対戦する日本は、もう本当にそういう状況だったんだよね。で、試合がどこで、開催されたかと言いますと、アメリカですよ。で、今というか、今回のワールドカップは、3カ国の共同開催っぽいよね。でアメリカとカナダと、ちょっと今、手が危ない、危ない指の形をしてしまって、申し訳ないんだけど、アメリカとカナダとメキシコで、今回のワールドカップ行われているわけなんだけど、日本の初戦はね、アメリカのダラス競技場っていうところで、行われたんだよね。で、現地時間の午後4時からスタートしたっぽいね。うん。で、このダラス競技場について、僕ちょっと調べたんだけどさ、なんかすごいね、多分、普段はこのダラス競技場、アメフトの試合に主に使われてると思うんだよね。で、アメリカって多分、サッカーよりもアメフトの方が人気なのかな。で、この競技場なんと最大で10万人も入るらしくてさ10万人ってすごいよね。僕ね、まあ、国際試合というか日本代表の試合だったら、サッカーの試合も見るんだけどさ、まあ、普段はね、日本のプロ野球の試合をよく見るわけなんだよね。で、日本のプロ野球の、で使われるような、野球場ってね、まあ、3万人とかしか入らないんだよね。で、それと比べると、まあ、10万人も入るスタジアムって本当にすごいなって、そこでまず驚いたんだけどさ、うん。まあ、そんなとても大きい、まあ、たくさん人が入るダラス競技場で、日本対オランダの試合は行われましたと。で、まあ、現地時間の午後4時にスタートしたって言ったんだけど、まあ、これがね、日本時間で何時かっていうとね、午後5時だったんだよね間違えた。午後5時じゃなくて午前5時だね。だから、すごい早朝だよねまあ、午後5時はね、まあ、ごめん、午後5時じゃなくて午前5時ね。うん。で、午前5時って言うとね、起きることはできる時間帯じゃん。うん。午前2時とか午前3時とかだったら、いつ起きればいいのかなって迷っちゃうじゃん。その前の日からずっと起きたままでいた方がいいのか、それとも前の日は、
結構早めに寝て、朝早く起きればいいのかとか、そういうの迷っちゃうじゃん。午前2時とか3時とかだと。まあだから、まあ午前5時にキックオフっていうことは、まあまあ頑張って朝早起きすれば、まあギリギリ試合開始は見ることができるかなっていう、そういう時間だと思うんだけどさ。はい。で、だからね、午前5時にキックオフだったんだけど、日本ではね。僕はその時間に起きられませんでした。起きれませんでした。僕がいつ今日目が覚めたかと言いますと、とてもすごい言うの恥ずかしいんだけど、まあ、午前何時だろうな。とにかく覚えていることは、試合が終わったと同時くらいに今日は起きたね。うん、だからね、リアルタイムで試合を見ることができなかったんですよ。うん。だからね、そのライブ中継で試合見れなかったんだけど、まあ、起きてからね、結果を確認しましたよ。うん。だけど、やっぱりね、そういう試合結果を見るときってちょっと緊張するんだよね。うん、もし負けてたらどうしようかなとか、そういう考えが、うん、頭の中でね、起きるんだけども、見ましたよ、結果をね。そしたら、なんと、同点でした。素晴らしい。勝たなくてもいいんだよ。うん。勝たなくてもよくて、まあ、同点になることが重要。うん。負けないことが重要だったからね。まあ、もしかしたら、勝てるかなとか、そういうことを思ってたんだけど、まあ、勝てなかったね。日本人はね、ワールドカップに関してはすごいいい思い出たくさんあってさ、例えばね、まあ、前回大会で、日本は本当に強豪のスペインとドイツに勝ったのね。で、そうやってね、強豪を今までワールドカップで倒してきたっていう、そういう記憶があるからこそ、まあ、今回みたいにね、オランダという、まあ、本当に強敵と対戦することになっても、もしかしたら、今の日本代表なら、もしかしたら勝つことができるんじゃないかって、そう思っちゃうんだよね、日本人は。まあ、それだけ、日本は強くなった。日本代表は昔と比べて強くなったっていうことなんだけどね。だって僕がさ、小学生とか、小学生だった時は確か45位とかそこら辺だったと思うんだよね。日本の FIFA ランクっていうのはさ。うん、だから今のチュニジアが、44位でしょ。だからそれくらいだったと思うんだけど、本当にね、まあ、日本代表強くなったよね。なんでなんだろうね。まあ、まあ、世間的に何が言われてるのかっていうと、やっぱりヨーロッパのリーグとか、そういうレベルが高いリーグで活躍している日本人が増えてきたって言われてるよね。うん。で、2対2で、同点だったんだよね、オランダとは。日本代表を応援していた日本人はね、みんな良かったなって思ってると思う。負けないことが重要だからね。うん。で、この内容もすごくてさ、あのまあ、得点4回入ったわけじゃん。そのオランダと日本で2対2だったから、その得点がね、全部後半に入ってるんだよ。うん。で、日本は2回もリードされたわけ。まず1対0になって、その後追いついて1対1になって、その後2対1になって、その点差つけられて、だけどその後2対2になったんだよね。ごめん、今数字たくさん喋っちゃったからみんな混乱してるかもしれないんだけどさ、具体的にどういう内容だったかというと、まず後半6分にオランダに1点決められたんだけど、その直後というか、まあ、後半の12分なんだけど、そこでね、日本の中村選手がシュートを決めてくれました。ゴールの、まあ、左斜め前からのものすごいシュートだったね。
サッカー経験者ではない素人の僕から見ると、結構遠い位置だったんだよね、ゴールまで。だから誰かにパスするのかなって思ってたんだけど、見事シュートを放って、ゴールを決めました。で、どうやらあの位置はね、その中村選手の得意の位置だったっぽいんだよね。うん。得意の位置とは言ってもさ、ワールドカップっていう本当に世界中の人が注目している舞台で、結果を出せるって本当にすごいなって思ったよね。ただ、その後、後半19分に、オランダに勝ち越しのゴールを決められてしまいます。でさ、オランダはこれで2回ゴールを決めたわけなんだけど、2回ともね、ゴールポストに当たるシュートでもうあれはゴールキーパー止められないね、本当にゴールの隅に向かっていったようなシュートだったからね。で、これで2対1になって、オランダに点差をつけられて、もう無理かなって諦めたというか諦めかけた後半40分過ぎに、コーナーキックを、小川選手がヘディングしまして、そしてそれがね、さらに鎌田選手の頭に当たって軌道が変わって、それがゴールに吸い込まれていきました素晴らしい。これで2対2の同点になって、そのまま試合が終わったんだよね。うん。で、この2回目のゴール、日本の後半40分過ぎだよ。かなり終盤じゃない？すごいよね。ほぼ諦めかけちゃうよね、僕なら。多分日本代表の方々は決して諦めてなかったとは思うんだけど、僕みたいにね、メンタルが弱い人だったら諦めてもおかしくないような時間帯だったと思うね。うん。で、例のごとく、ゴールの瞬間ね、渋谷のスクランブル交差点はね、お祭り騒ぎ状態になったらしいですみんな知ってる渋谷のスクランブル交差点。結構ね、外国人観光客にも、有名なスポットなんだよね。本当に交通量が多い交差点なんだけど、信号が青に変わるたびに、ファンが密集して騒いでいたらしくてね。警察も大量に出動したらしいです。はい。で、オランダってね、僕の中でもね、相当強い、かなりの強豪のイメージなんだよね。だからそういう、もう本当に強い強豪のチームに、負けなかったっていうのは本当にすごいことだなって思います。はい。で、だけどね、結構、心配だなって思うこともあって、久保選手という、日本の主力の選手なんですけど、彼がね、試合中に相手選手と接触して、試合に出続けられなくなったんだよね。で、だから交代したんだけど、その後のね、ベンチの様子を見ると、なんか足を引きずっているような感じだったんだよね。だから、なんか重傷なのかなって思ったりするんだけど、軽傷であることを祈っています。無事を祈っております。この動画のね、最初の方に話したように、今日本代表はね、怪我人が本当に多いんだよね。うん。結構ね、不運なことで、しょうがないことではあるんだけど、これ以上ね、怪我人が増えないことを祈っております。はい。で、このオランダ対日本のワールドカップの初戦なんだけどさ、このタイミングでなんと、日本の天皇皇后両陛下が、オランダを訪問しているらしいんだよねすごいタイミングなんだよね。詳しく調べてないんだけど、これはそのワールドカップで対戦するから、そのタイミングに合わせてオランダに行ったっていうことなのかなちょっと詳しいことはわからないんだけどさ、うん。
で、なんとね、オランダの国王夫妻と、オランダ対日本のワールドカップの試合を、見たらしいです。会場には行ってないんだけど、もちろんね、会場はアメリカなのでね、ライブ配信を見たらしいです。すごいよね。日本の天皇っていうのは、まあ、象徴なんだけど、まあ日本の象徴なんだよね、天皇っていうのは。そんな日本の象徴の存在である天皇陛下がオランダの国王と、試合を見たということで、まあ、それに対してね、日本人がいろいろネットでコメントをしてたりするんだけど、雰囲気自体はすごい、あの、いい感じだったんだよね。日本の天皇陛下もね、日本代表を応援するタオルを首に巻いてる写真があってね、まあ、それを、オランダ側が、公開してたんだけど、なかなか、雰囲気が良さそうだったんだよね。日本人のネット上のコメントを見てみるとね、引き分けでよかったっていう、そういう趣旨のコメントが多いね。まあ確かにね、これで、どちらかが勝ってしまったらね、まあちょっと気まずくなったりもするかもしれないからね。うん。まあそんなことはないのかもしれないけれども、まあとにかく、まあ日本人の私としてはね、引き分けでよかったかなと思っております。もしかしたらオランダの皆さんはね、勝ち切りたかったって思う試合かもしれないよね。せっかく2回も日本からリードを奪ったわけだから、まあ、そのまま、逃げ切れば、まあ、勝てたわけだからね。まあ、現地では、まあ、監督の采配が悪かったんじゃないかとか、まあ、言われてるようなんだけど、まあ、こればっかりはね、仕方ないよね。まあ、どういう采配をしようと、まあ、その結果が良ければ称賛されるし、悪ければ、まあ、批判されてしまうからね。まあ、とにかく、まあ、国を代表して戦っている皆さんには本当に、尊敬の気持ちを持ちます。はい。ということで、今回はね、珍しくサッカーの話題について僕は話してみました。皆さん、いかがだったでしょうか？本当に、楽しい季節ですね。ワールドカップを見れるということで、オランダの皆さん、日本といい試合をしていただきありがとうございました。このままね、グループリーグ突破できるように頑張っていきましょう。はい。ということで、今回のポッドキャストはいつもより短いですけれど、これで終わりにしようと思います。ぜひ皆さん、次回のポッドキャストも聞きに来てください。それじゃあ皆さん、バイバーイ。